友人に対するコスト高い。なぜ殺し合いさせるかだよね。この子と一緒に暮らしてる。こんなに自由に行動させてるのか。外出たやついるぞ。手潰せると思ったんでしょ。選択肢3つ以上初めて来た失敗どころじゃないでしょ。フィジカルゴリラ。なんでここまで平然としていられるんだ。この子よく近づいてくる。おじさんって何？不愉快な奴らは全員殺してやりたくなるんだよ。こいつ殺人しそうに見えて殺人しなさそうだな。逆に被害者になるんだね。鋭い瞳が少女たち全員をギラリと睨み渡す。その迫力にエマはごくりと喉を鳴らした。殺してやりたくなるって、そう思うよね。まさか魔女の殺人衝動？殺人衝動だと思うよね。それは聞き捨てならないな。アリサ君、危険な思考に支配されているんじゃないか。辛い目にあったのだろうし、よかったら話を聞くよ。悩みがあるのなら打ち明けてほしい。レイヤーが立ち上がった穏やかに声をかけると、アリサは舌打ちをする。優等生は黙ってろ。うちはやりたいようにやらせてもらう。アリサが吐き捨てて食堂を出て行き、その後の食事は静かなものになってしまった。アリサちゃん、まさか本当に？いや、あるわけない。アンナの手に持つスプーンがひどく震えているのが視界に入った。みんな怖がってる。誰かが何かをするんじゃないかって。ここどこだ？シャワールーム。窓割れてるな。上も窓割れてる。夕食後、エマたちはシャワールームを利用した。昨日も利用したが、シャワールームには各囚人番号が振られたロッカーがある。その中には下着や衣服の替えがきっちりと収められていた。夕食後、替えの服があるんだ。シャワールームはいつでも入れるんだよね。規則によれば着ていた服はシャワールームに設置されている。ダストシュートに捨てなければいけない。囚人の衣服は毎日シャワールーム内にあるダストシュートに廃棄する。ダストシュートで溜めてるだけで消化はしないんだな。服を捨てるなんて、もったいないですわ。このダストシュート、地下の焼却炉に通じているんですよね。焼却炉室を地下で見かけました。洗うとかじゃなくて捨てるんだよ。あ、そういえば、地下を探索した時、焼却炉室があるのを見かけた。魔女図鑑の規則には、毎週月曜の15時に稼働とあったっけ？最初に見ましたね。まだ全然切られますのに。私たちが魔女候補だからかもしれませんね。着てたものすべて焼却処分って偏見のようなものを感じます。すごい楽観的だよね。単純に洗濯が面倒なのかもしれませんが、でもコストがやばいでしょ。ここまでチェックもされていない感じしますし、嫌なら捨てなくてもいいの友ですか？人に対するコスト高いでしょ。嫌ですが、規則違反がバレたら何をされるかわかりませんし、仕方ないですわ。くそー！しかも、毎日同じ服着なきゃならないなんて、せめて寝巻きは用意してほしかったですわ。寝るときもこの服装なのか。シャワーを浴びた後もハンナの愚痴は続いていた。エマは苦笑を浮かべる。まあまあ、同じ服でも替えがあるのはありがたいよ。極長さんの趣味かもしれませんね。ほてった体から湯気が立てながら、エマ、シェリー、ハンナの3人で通路を歩く。趣味は悪くないんじゃないかしら。メルルどこ行った？気に入ってるんですね。別に気に入ってませんけど。なんか、こういうのいいなって思ったり。歩くエマの口元は緩んでいる。こうやって友達同士でおしゃべりしながら歩くのって憧れだった。中学生時代いじめられてたからだよね。高校デビューしたかったのになぜか囚人になっている。もちろん僕らは囚人で、ここは牢獄なんだけど、なんか忘れちゃいそうになるな。共同生活ね。あ、エマさん、ハンナさん、スマホ見てください。唐突にシェリーが切り出したことでエマとハンナはスマホを取り出す。すると、ハスミレイヤの配信中ランプが点灯しており、レイヤの顔が画面に映った。レイヤ配信するの？団結するためにも、私も定期的に配信をしようと思う。みんな、気持ちをしっかり持ってほしいんだ。どうか衝動的にならないでほしい。みんな配信するな。今は従うしか方法はない。だが、私たちは決して屈しない。全員で生き残って、必ずここを出るんだ。大丈夫。私が必ず、何とかしてみせる。力強いレイヤの言葉はエマの胸を打ち、瞳が潤む。さっき食堂でひりついて、みんなが怖がってたから安心させるために、レイヤちゃんは偉いな。これさ、変装できるやつが配信したらやばくない？やばそうだな。そんなことしか考えられていない。こんなもの見る価値ありませんわね。手台詞を吐きながらハンナを食い入るようにスマホを見ている。その様子が興味深かったのか、シェリーが去ったハンナのスマホを取り上げた。ハンナが慌てたようにスマホに映ったレイヤの姿を追い求める。何しますの？お返しなさい！ハンナさん、本当はレイヤさんのこと好きなんじゃないですか？そんな一生懸命になって。ブンブンスマホを振り回され、ハンナが真っ赤になって、せわしなく視線を動かしている。このゴリラ女、返せ捕まえてごらんなさいな。追いかけっこを始めた二人にエマは呆れた表情になってため息を漏らした。その間、エマ自身もレイヤの映った画面から目が離せずにいる。レイヤちゃんって、女の子を惚れさせる魔法を使えるのかな？誘惑できそうみたいなことは、ハンナちゃんが言ってたよね。
牢屋敷での囚人生活は4日目と突入。本日もエマとシェリーは自由時間に連れ立って探索をしようと話し合った。行動してるな一緒に。本格的に牢屋敷の外を見て回り脱獄方法を探るのが本日の目標だ。正面玄関から外へ出てエマは一度牢屋敷の方を振り返る。これが牢屋敷。こうやって見ると、やっぱり堅牢そうですね。でも自由に外に出られるなら、きっとどこかに脱出口が見つけられるよ。屋敷は高台に位置していた。そしてレイヤーの話にあったように、エマの眼下には絵画のような美しい風景が広がっていた。大地を包み込むように、遠くまで続く新緑の森。綺麗だな。色とりどりの花が咲き誇る花畑。どこかに小川があるのか、せせらぎの音も聞こえる。虹が立ってるな。雨でも降ったのか。外にいた方が絶対健康的でしょ。捕まってるとは思えないな。でも島自体が監獄だからな。すごく綺麗なところ。風が吹くたびに森の木々が囁くように葉を揺らし、鳥たちのさえずりがかすかに届いた。めちゃくちゃ広いですね。自由に出入りできるなら、どこかに身を隠すことも可能なのでは？でもアリサちゃんが言ってた監視フクロウが気になるよね。ですね。この辺りには飛んでいないようですが。鳥の鳴き声が聞こえるね。時間も限られていますし、とりあえず見回ってみましょうか。立花シェリーの頭の上、鳥いるな。そうだね。行こう。石畳の道に沿って歩いていくと、牢屋敷のすぐそばにログハウス風の建物が3棟並んでいた。ここなんだろう。3棟も並んでるの。なんでしょうね。看守の家とか？とりあえず入ってみましょうか。並ぶ建物の扉には意味深なプレートが下げられていた。何のマークだマップで見た感じ、ここはサラマンダーの間？これ、火、風、水か？こっちはウンディーネの間ですね。ウンディーネの間。で、ここはノームの間だね。何か違いがあるのかな？今の場所、ここだよね。ゲストハウス前。ずいぶん裏に回り込んだな。鍵がかかっている可能性も考えられたが、扉はあっさりと開く。建物内部は小綺麗で、誰かが生活しているというより、宿泊用施設である印象だった。僕らの牢屋よりずっと綺麗だね。でもここで暮らしても戻らなきゃいけないでしょ？これはおそらくゲストハウスではないでしょうか。誰か来たりするの？ゲストハウス？牢屋敷の運営が国家ぐるみであると想定すれば、要人がこの監獄施設に来ることもあると思うんです。誰か来る？あ、そうか。想像でしかないのですが、要人が牢屋敷に宿泊するのは避けたいと思うんですよね。なんせ私たちは世界に害をなす恐ろしい魔女らしいですから。そうなると、例えば要人が視察に来るとかそういった場合、このゲストハウスに宿泊するわけですよ。大丈夫か？こんなに歩き回ってるぞ。魔法を使える囚人が。私の推理されてません？できればその証拠を見つけたい。監視歩き回ってるから逆らえば殺されるから簡単に殺せてすぐに魔女にも追い込めるのになぜ殺し合いさせるかだよね。シェリーが自画自賛してから虫眼鏡で室内をくまなくチェックし始めてる。シェリーちゃん、他のところも見回りたいから。仕方なくといった風にエマはシェリーを引きずって出るのであった。他のゲストハウスも軽く調べてみたところ、室内は同様の構造になっていた。それからエマたちがしばらく歩いていくと、高い堀の前にたどり着いた。高いな。頑丈な作りのコンクリート堀は、はるか上空を見上げるほどに高い。これ浮遊できるやつが飛べるんじゃね？この塀の向こうに行けたら、外部と連絡が取れるんじゃないかな。アリサちゃん、これ燃やそうとしたの？そうかもしれませんね。でも、めちゃくちゃ高いですよ。僕、登ってみようかな。ほら、少しなら足場もある。エマは堀のひび割れた部分に足をかけ体を持ち上げた。エマの背の高さくらいまでは登れたが、そこから先に足場が見つからない。指の力が続かなかったのか地面に落ちてしまった。ダメでしたね。確か、アリサさんが塀には不思議な力が宿っているとも言っていましたし、そもそも登れないようになっているのかもしれませんね。塀には不思議な力がある。あなたたち、何をやって嫌がりますの？看守に見つかったら懲罰棒行きになりますわよ。当のハンナちゃんはね、浮遊できるから超えられるかもしれない。どこかから呆れた表情のハンナが現れた。どこで見られてるのか分かったもんじゃねえですわよ。木陰に看守が潜んでいるかもと想像したのか、エマは視線をぐるりと巡らす。少し遠くまで歩いて行ってみたのですが、監視の化け物フクロウが大量に飛んでいましたわ。この辺りはいないんですけどね。見張られずに自由に散策できるのは、牢屋敷の近くだけなんでしょうね。ええ。正確な仕組みはわかりませんが、遠くまで逃亡して監視のフクロウに発見されたら、監視に連絡が入るんでしょう。フクロウなら読めも聞くでしょうし、夜闇に紛れて脱獄しようとする囚人もいるのでしょうね。こんなことを話しているとエマの視界の端にちらりと人影が映った。
なのかちゃん？待って、なのかちゃんってどこにいるの？なのかマーゴ。この子と一緒に暮らしてるの？なのかちゃん全然映んないな。最初に会った時から一回も会ってなくない？その人影はすぐに森の茂みの向こうへと消えた。まるで暗躍しているかのような挙動だった。どうやら気づいたのはエマだけだったらしい。ハンナさんは何をしていたんですか？エマだけが気づいたってことは、なのかちゃん認識できてなかったんじゃない？私もどこか出られる場所がないか探してみてたんですわ。出られそうな場所あった？エマはハンナへとぐいっと近寄る。しかしハンナはその距離を問うようにすっと一歩下がった。気のせいだよね。エマは胸にチクリとした痛みを覚え表情を凍らせる。脳裏によぎったのはかつての友人の素振り、中学時代の嫌な思い出と重なる。そんな簡単に行くわけねえですわ。見たらわかるでしょ。一帯すべてが高いコンクリート塀に囲まれていて、残念ながら私たちが閉じ込められているという事実に変わりはねえですわ。それに加えて遠くに行けば、監視フクロウが常に巡回している。思ったよりもセキュリティレベル高そうですね。それと、一つ分かったことがありますわ。何でしょう？ここは島ですわね。かすかに潮の匂いと、塀に耳をつけたら波の音が聞こえました。こんな聴覚いいの？ほんとだ。そういえば極長も島って言ってたっけ？エリーがポンと手を打った。予感はしていましたが、ここは絶海の孤島ってやつですよ。きっと。逃げられないからこんなに自由に行動させてるのかな。我々は眠らされて、ここに連れてこられたんでしょうね。おそらくヘリとかで。そして、この島全体を塀で囲っているのなら、ここからの脱出は相当難しいですわ。そんな、塀を越えられたとしても、海じゃ。この先行けないんだ。ハンナは青ざめて爪を噛んでいる。小さな声で何かをブツブツとつぶやいていた。早くここを出ないと。なんか動機あるぞ。ハンナちゃん、大丈夫？こんなに外出たいのか？大丈夫なわけないじゃない！外出たやついるぞ。おぞましい化け物が常に私たちのことを見張っていますのよ。こんなところはもう嫌ですわ。いつか私たちもあんな化け物に。この先どうなるかわかんないもん。凄まじい音がしてエマとハンナは飛び上がった。これ銃声か？シェリーが塀を思い切り殴ったのだ。殴った！その轟音は塀全体を揺るがしたかのように感じる。ただ残念ながら破壊はできていなかった。ひび一つ入っていない。怪力の魔法を持ってるから塀潰せると思ったんでしょう。シェリーはエマとハンナの方を見てペロッと舌を出してみせた。ハンナさんがかわいそうで見てられなくて、塀を破壊して脱獄しようと試みたんですが、ダメでした。この塀は、硬い。素手でどうにかしようという思考がどうにかしてますわよ。この塀すごいな。シェリーちゃん、ハンナちゃん、やばいかも。エマは森のように茂っている木々の方を指し、震える声を放つ。監視が近づいてきている。あらら。監視は鎌を掲げていつもよりずっと移動速度が速い。おそらくシェリーが塀を殴った音を聞きつけ様子を見に来たのだ。逃げよう。エマが呼びかけ3人は全速力で駆け出した。一体どこに逃げるんですの？ハンナの叫びにエマは、なんかやばいぞ。選択肢3つ以上初めて来た。重要選択肢見えるな。でもちゃんと全部見たいんだよな。牢屋敷に向かう。時間だからか。ゲストハウス行ってみるか。さっき見たゲストハウスの方に逃げよう。なるほど。あそこなら建物の中に隠れてやり過ごせるかもしれませんね。エマたちの考えは甘かった。逃げた先にも監視が待ち構えていたのだ。そんな。 3人はあっさりと監視に捕まってしまった。そして、死んだハンナだけが懲罰貿易になった。なんで？どうしてハンナちゃんだけが？なんでだろうね。そうですよ。壁を壊そうとしたのは私なのに。卓球台とか拷問器具みたいなのあったよね。これでバッドエンドになるの？エマはアリサが捕まっていた時の様子を思い出して身を震わせた。やっぱり何かされるのかな？扉にはのびぞき窓がある。そこから室内の様子を確かめることができた。どうしよう。見るのが怖い。もし、ハンナちゃんがひどい目に遭っていたら。予想とは違う死に方するからな。さっき本読んだだけで死んだからな。エヴァもシェリーも決心がつかないのか、ただ扉の前に佇むことしかできないでいる。何？扉の向こうから聞こえた不穏な音にエヴァは思わずシェリーに身を寄せる。何するんですの？何かを叩きつけるような音とハンナの声が中から聞こえてくる。痛い。やめてくださいまし。何してるのこれ。ハンナちゃん、大丈夫？エヴァとシェリーは覗き窓から中の様子を伺う。懲罰してるだけ？室内で繰り広げられている光景はエマが想像したであろう青とは少し違っていた。看守が持ってるの、あれって定規？定規？ハンナは卓球台に拘束されている。だから恐ろしい拷問器具でなく定規で叩かれていた。まるで教師が親が子供を折檻しているかのように。看守が定規を掘り上げてハンナの方を撃つ。エマさん、ハンナさんを助けましょう。やってること普通だな。でも、助けるって一体どうやって？なんで定規？こうやってです。ちょっとシェリーちゃん？シェリーは拳を殴り、懲罰の扉を勢いよく殴りつけた。なんなんですの？ハンナさん、
扉を破壊して室内に現れたシェリーにハンナは唖然とする。ちょっと待ってセリーちゃん、ダメだよ。感謝に抵抗したら。ヒロのようにこさちまう。この二人一緒に行動してるから死ぬこと多いな。そうですわ。私なら大丈夫ですから。バカな真似はおよしなさい。いえ、先にシェリー死ぬんじゃないか。やってみないとわからないじゃないですか。シェリーは一歩前に踏み出して監視に近づいていく。本気の本気でやれば案外ぶっ殺せるかもしれませんよ。殺される。ここには武器もたくさんありますし。殺されちゃうよ。シェリーは近くにあった金属の棒を手に取る。抵抗の意思を察知したのか、監視がシェリーに対して鎌を振り下ろした。シェリー、鎌による一撃を買い潜り、監視に鉄の棒を叩きつけた。うわのけぞるような体勢になった監視にシェリーは容赦なく追い打ちをかけていく。エマさん、今のうちにハンナさんを下ろして逃げてください。早くしてください。いつまで持つかわかりませんので。わかった。反抗してるな。エマが卓球台に駆け寄り、ハンナの拘束を解きにかかる。どれだけシェリーの怪力で殴られても、監視が死ぬ気配はない。死なないどころか恐るべきスピードで鎌による反撃を繰り出してきた。とっさに受け止めた鉄の棒が真っ二つに切断される。それならこれで。武器はまだまだある。シェリーは処刑用と思しき剣を掴んだ。剣を手に体ごと監視に突っ込む。あ、なんでエマにやってんの？え？あれ？シェリーの剣が繋いだのは監視じゃなかった。エマとハンナ。なんで認識が監視の背後で、エマは卓球台からハンナを下ろそうとしていた。監視の背後で、シェリーの突進を監視が避けたんだ。あちゃー、失敗ですね。失敗どころじゃないでしょ。助けられると思ったんです。でも、やっぱり壊しちゃいましたね。エマさん、ハンナさん、ごめんなさい。何壊したって表現？壊しちゃいました。シェリーも死んだ？どういうこと？そんなドジっちゃうことあった？とにかく逃げようって答えた。わからないけど、とにかく逃げよう。どこに逃げるんだ？そうですね。そのうち諦めてくれるかもしれませんし。無謀ですわ。ハンナの言う通りだった。逃げた先にも監視が待ち構えていたのだった。どうするんですの？止まらないで。あっち。背後からも監視が迫る中、エマたちは急いで方向転換して脇道にそれる。そうして3人が森の中を駆けずり回っていると、落とし穴。落とし穴にはまった？埋められるか？どこかに落ちちゃったみたいだけど、二人とも怪我はない？どこに落ちた？私は大丈夫です。私もとりあえず平気ですわ。それより、ここは一体何なんですの？ハンナ飛べる？おそらく枯れ井戸じゃないでしょうか。水来るか？マとハンナも頭上を振り仰いだ。かなり高い位置に空が見える。この高さから落ちて、よく無事で済んだよね。クッションが効いていたおかげだと思いますよ。柔らかい土と葉っぱが積もってますから。よく状況分析できるな。なるほど。って納得してる場合じゃないですわ。どうやってここから出るんですの？壁を登るしかないんじゃないでしょうか。やっぱりそうなるよね。エマは苔むした壁に手を触れる。でも登りきれるかな？自信なさげな声を漏らす。さっきもエマは塀を登ろうとしてすぐに力尽きてしまった。こうなったら私の魔法で脱出してみせます。うわハンナがちょっとだけ浮かむ。ふらふらと揺れながら上昇しようと試みたようだが、すぐに地面に足がついた。高すぎて無理ですわ。私がお二人を上に投げるというのはどうでしょう？空高く飛んで落ちて死ぬんじゃない？シェリーの提案にエマとハンナは目を丸くする。シェリーがそれぐらいの力コントロールできるかどうかだよね。またドジっちゃう？って発想がゴリラすぎですわ。とはいえ、外まで投げるというのはさすがに無理だと思いますけどね。私が壁の途中まで投げて、そこからは自力で登ってもらうという感じで。落ちてきて友倒れするんじゃないか。エマとハンナは顔を見合わせる。確かにシェリーの怪力が可能かもしれない。でも、その後はシェリーちゃんはどうするの？そこはご安心を。このくらいの。そんなことある？フィジカルゴリラやな。そうですから。ちょっとお待ちなさい。だったらあなたが先に出て、助けを呼んでくることもできるんじゃ。あちゃ、そこ気づいちゃいました？いやー、ちょっとセリちゃん。わ、してる。いきなり何するん生きてる。このゴリラ生きてるんだ。地面の中間あたりに捕まったハンナがシェリーに向かって叫ぶ。はい、次はエマさんの番ですよ。しっかり壁に捕まってくださいね。壁に捕まれるの？待って、まだ心の準備が。シェリーに放り投げられたエマがなんとか壁に掴みかかる。怖かった。さあ、登っちゃってください。結構高いな。セリーちゃんも早く。エマの言葉にシェリーが首を横に振った。私のことはお構いなく。やっぱり登れそうにないんで。はあ？何を言ってるんです？あなたさっき自力で登れると言ったじゃありませんか。はあ、すみません。あれは嘘です。実は。どんな状態？こんな状態でして。
シェリーが自らの脇腹を見せる。そこには太い木の枝が深く突き刺さっていた。ずっと我慢したの。今日飲むエマとハンナにシェリーは微笑む。落ちた時に刺さっちゃったみたいで、内臓まで壊れちゃってる。すごいな。なので、私のことは置いていってください。なんでここまで平然としていられるんだ。千葉田シェリーって何なんだい。ふざけるんじゃねえですわよ。そんなことできるわけないでしょ。そうだよ。せめて僕かハンナちゃん、どっちか一人が助けを呼びに行くとか。いいです。なんか、もう間に合わなそうな感じなんで、お二人で行ってください。これが死にかける最後の言葉なの。シェリーはふらふらと壁に寄りかかる。勝手に諦めるんじゃねえですわよ。殺しても死ななそうな顔してるくせに。声を荒げたハンナは腕を伸ばして壁を登り始める。シェリー、死んでほしくないな。急いでここを出ますわよ。すぐに助けを呼んで戻ってきて、ヒーロー気取りのあいつを笑い飛ばしてやりますわ。かっこつけたくせに助かってるじゃないって。一緒に行動してるやつ情湧いてしまうんだよ。そうだね。絶対にそう作られてるな。やばいな。エマとハンナはカレードから抜け出し牢屋敷に戻った。しかし自由時間が終了しており、二人は規則を破ったとして懲罰房に入れられてしまい、2日後、懲罰房を出たエマとハンナにレイヤーは沈痛な面持ちで告げる。すまない。我々が見つけた時にはもう嘘だよね。シェリーちゃん死んだ。これでストレス抱えた？残念ながら事実だ。懲罰房に連れて行かれる直前、エマとハンナは他の少女たちにシェリーのことを伝えていた。間に合わなかったんだ。シェリーちゃんはあのまま。カレードの底で生き絶えた。そんな。いや。誰かが死んでもバッドエンドになるの。青ざめた顔でハンナが爪を噛む。いや、ブチブチと噛みちぎるような勢いだ。置き去りにしたから。ハンナ大丈夫か？もっと力があれば。ハンナちゃん、落ち着いて。だってそうでしょ。発狂してる。私がもっと自由に空を飛べたら、シェリーさんを助けられたかもしれないのに。あの時だってそう。私がもっとしっかりしていれば、置き去りにされたあの子だって死なせずに済んだ。あの時、ハンナちゃん一体。どの時のこと言ってんの？取材されたあの子だって。爪を噛みちぎりながらハンナは孫とのように繰り返す。よく爪噛むな。もっと、ちゃんとできれば、私のせいで、力があれば。ハンナ君、あまり自分を責めるのは。声をかけながらレイヤーはハンナの肩に沿って手を置く。大丈夫か？レイヤーの頭部が不自然な方向に折れ曲がり、そのまま倒れ伏した。あ？誰がやった？何が。うるせえですわ。これ魔女か？今は安っぽい慰めなんて聞きたくない。まったく、ぶっ殺しますわよ。もうやっちゃってますわね。人格めっちゃ変わってない？魔女になったらこんなに人格変わるの？全然変わってるじゃん。レイヤーの死体を見下ろしてハンナが交渉を上げる。呆然とするエマにハンナが目を向ける。その僧帽には殺意が滲んでいた。エマさん、なんででしょうね。なんだか衝動だな。殺したくて。魔女の衝動だな。殺したくて仕方がないんです。これってまさか。囚人は強いストレスを受けると魔女因子が高まり、魔女化が進む。魔女になった者は耐えきれない殺人衝動で殺人を犯す恐れがある。エマは逃げ寄ってくるハンナから距離を取ろうとした。だが恐怖で足がもつれ尻餅をついてしまう。ねえ、エマさん。空を飛んでみたくはありません？これ自分だけじゃなくて相手にも影響させるのは空飛ぶって。違う、飛んでるな。ハンナはエマの頭をわしづかみ、牢屋敷の外に連れ出す。そして魔法で空高く飛んだ。覚醒してるな。いい眺めですわ。この高さから落としたら人間ってどうなるんでしょう。潰れたトマトみてえになるのかしら。やめて、ハンナちゃん、お願いだよ。離さないで。やだ。花が枯れてるな。助けて。お願いだから許してください。なんだか必死で惨めだから嫌ですわ。エマの懇願するような声が悲鳴に変わる。けどそれもすぐ書き消えて。どうされた？あ、死んじゃった。ハンナちゃん覚醒しちゃった。なんでレイヤー頭ひねり潰してたんだ。それは飛べるだけじゃないな。理由で何したんだ？大事な情報だな。選択肢一つでコロッと変わるな。こんなの人生大変じゃない？生きるの。そんな一つ一つの出来事で魔女になるなら大変すぎでしょ。牢屋敷と答えた。本日の大半をエバラは監視との鬼ごっこに費やしてしまった。捕まらなくてよかったけど、もうヘッドヘッドだよ。
エマはよろよろと自分の棒から出る。すると、メルルが待ち構えるように立っていた。エマさん、大丈夫ですか？看守さんに追いかけられたって聞いて。メルルずっとどこにいたんだ？医務室か？何もされてないよ。ちょっと疲れただけ。ほっぺた、汚れちゃってます。メルルは心配そうに眉を下げ、エマの方をハンカチで拭いた。なんかお母さんみたい。エマは照れくさそうにはにかんでうつむいた。それからメルルは通路脇に置いてあるバケツの方へと歩いていった。掃除のために置いてあるのかもしれないが、今は囚人たちのゴミ箱を利用されている。ハンカチを捨てようとしたところでメルルは首をかしげた。あれ、なんでしょう。エマも移動しバケツの中を覗いてみた。バラバラに分解された機械のパーツのようなものでバケツの中がいっぱいになっている。入り口近くだよね。フェリー、アリサ、孫なのか。通路は綺麗だとは言い難く、そのあたりのゴミを誰かが集めて入れたのかもしれない。考えても仕方ないか。ここはおかしなことばっかりだから。エマがため息を吐くと、メルルの手がそっと触れた。夕食に行きましょうか。この子よく近づいてくるな。そうだね。手を引いてくれるメルルにエマは微笑む。でもそうだ。ちょっと待って。エマは、また死ぬの？やっぱり何でもないと首を振った。ノアの棒を覗いた。城ヶ崎ノアか。まだ絵描いてんの？ノア見てなかったらなんで死ぬんだ？やっぱり何でもないと首を振った。そうですか。では行きましょう。ノア死んでないよな。メルルに手を引かれながらエマは歩き出す。それでもノアの様子が気になったのか、一瞬だけ彼女の棒に目を向けた。ノアちゃん、今日もご飯行かないのかな？またアートに慎んでいるのだろうか。でも、おかしいな。いつもならスプレーの音が聞こえてくるはずだけど。エマさん、やっぱり何か気になることがあるんじゃないですか？これで気になったの？大丈夫。行こう。本当ですか？もしかして、具合が悪いんじゃ。メルルに心配されながらエマは階段を上がっていく。今日もまた、あのご飯か。食堂に入ったエマはドロリとしたグロテクスな色の料理を思い浮かべてため息をついた。あれ？なんか今日はいい匂いがするような。漂う香ばしい匂いにエマは思わずといった様子で鼻を鳴らした。エマさん、やっと来ましたね。フェリーが手を振ってエマを呼ぶ。珍しく他の少女たちも同じテーブルに寄り合っていた。すでに全員が食事を始めている。嘘でしょ？トレーに乗せられた料理を目にしてエマは驚きの声を上げた。盛り付けられているのはいつもの気味が悪い料理ではなく、焼き目がいい具合についたステーキだった。これ料理になんか色つけてんじゃね？これ、お肉なの？わかんないな。ステーキだけじゃない。シチューに揚げ物、スペアリブ、他にもいろいろとりどりの肉料理が並んでいる。毒殺されないよね。くじ系怖いな。このシチュー、お肉ホロホロで、だから死ぬって展開がわかんないんだけど。これは極上の味と香りだね。ステーキの焼き加減も絶妙だよ。ほら、ナノカさんも食べてください。こっちの赤いジュースも美味しいですよ。ええ。あ、確かに美味しいかも。なのかなんでこういう時喋ってんの？初めて喋った？自己紹介だけだよね。癖になりそう。どんな隠し味が？てか、こっちの唐揚げもうますぎだし。ほら、ミリアも食えって。おじさん、こってりしてるのはちょっと。でもこれ思ったよりあっさりしてるかも。何この死後。おじさんって何？なんで自分のことおじさんって言ってんの？ほんとめでたい奴ら。飯ぐらいでよくもまあそんなに喜べるよな。これみんな性格変わってない？そんなこと言って、あなたそれ何皿目かしら。そんなに料理が美味しいのか？エマさんもメルルさんも、早く一緒に食べましょう。フェリーに促されたエマとメルルも席に着く。いただきます。手を合わせてエマも料理を口に運ぶ。美味しい。今日は皆さん幸せそうでよかったですね。そうだね。なんか、こういうのっていいな。みんなで一緒にワイワイご飯食べるのって、やっぱり楽しいよね。ここに来て以来、常に殺伐とした空気や緊張感に包まれていた。だが今夜は少女たちの間にも和やかなムードが漂っている。このまま殺し合いなんて起きずに、全員でここを出られたら最高なのに。全員死にそうだけどな、もう。ノアちゃん。今ここに一人足りてないことを思い出す。こんなに美味しいご飯、食べないなんてもったいないよね。後でノアちゃんにも持って行ってあげよう。それにしても本当に美味しいな、このお肉。大丈夫か？夕食の後、エマはノアに料理の差し入れを持ってきたノア。ちゃん、今日の夕飯なんだけど、あれ？スプレーアートで埋め尽くされた棒の中にノアの姿はなかった。彼女が使ったであろうスプレー缶がポツンと転がっている。おかしいな。どこかに行ってるのかな？夕食後は長めの自由時間だ。別の場所で過ごしているのかもしれない。だったら、そのうち帰ってくるよね。差し入れ、喜んでくれるかな？だがいつまで経っても城ヶ崎ノアは戻ってこなかった。あちこち探したが見つからないまま1日2日と時間だけが流れていく。その後も牢屋敷では定期的にご馳走が出たのだが、その度に少女が一人姿を消した。これ終わった？なんでバッドエンドなの？死因わかんないな。料理の色が違うってことは色に関することだから、城ヶ崎ノアなんかしたんじゃないのか。後から意味わかってくんのかな。覗くしかないよね。
いつものようにノアの棒の方を覗いてみた。相変わらずノアの棒はスプレーアートで埋め尽くされている。ノアちゃん、今日もご飯行かないの？あ、エマちゃん、メルルちゃん。ノアは平気だよ。みんな優しいんだ。この子の部屋を覗かなかっただけでなんで全員死んだの？みんな？差し入れ持ってきてくれたり、声をかけてくれたりする。ノアの魔法を見て、みんな驚いてたけど。でも、ここは不思議なことがたくさんで、ノアの魔法、怖がられたりしないんだ。嬉しいな。みんな結構、ノアちゃんのこと気にかけてあげてるんだな。それならよかった。お礼にみんなの喜んでくれる絵を頑張って完成させるね。ノアは早速スプレーを巻き始めている。刺激臭が立ち去るエマの鼻についた。そういえば、アンちゃんはノアちゃんとうまくやれてるのかな？上り階段の方へと向かいながらエマはメルルに問いかけた。どうでしょうか。昨日の夜はボーに戻ったんですが、今日また体調を崩してしまって、医務室で寝ています。夏目アンさん、医務室へ連れて帰ったのよね。どうしても、同室が辛いらしくて。ノアが変なことしてるからアンが合わないんだよね。そっか。なんとかならないかな。ほら、僕と部屋を交換するとか。いいかもしれませんね。早速掛け合ってみよう。今度極長に遭遇した時にでも。もう今言われるんじゃね？エマとメルルは階段を上がっていく。いつも通りの夕食を終え、エマ、シェリー、ハンナ、メルルの4人は食堂を出た。4人並んだな。シャワーを浴びに行こうかと相談しながら歩いていると、背後から声をかけられる。4人も並べられるんだ。ちょっといい？黒部なのか情報が全くないね。銃らしきものを背負ってるけど。エマらが振り向くと、ナノカが立っていた。ナノカは集団で行動せず一人で歩き回っている少女だ。行動は謎に包まれており、おのずとエマたち4人に緊張が走る。なんでしょう？何かお困りごとでしょうか？ラウンジに飾ってあるボウガンが消えていたの。誰かが持ち出したんだと思う。何か動いてるな。